この温かい感じのねジャンプアップとこの黄色い元気なジャンプアップ、こういう2色に分かれたやつを交互に植えてってみようかなと思います。こうやって6個でいいみたい。交互に入れて間にをねこういうリーフをちょっと入れて作ってみます。ということでリーフは何しようかな。いろいろ持ってきてみました。結構ボリュームありますね。今ね塩梅を見てるので置いてるだけです。ね、これでもりもりだね。もりもりだけどこの子は丈夫なので真ん中にエリカとウエストリンギアを入れて、でグリーンも入れます。さあじゃあちゃんと植えていきましょうか。植える時にはこの縁の高さと合わせてね、で基本的に高さが高かったり低かったりしないように植えます。別にね全部の間に入れなきゃいけないってわけでもない。アイビーなんかも入れてみる。アイビーもね長ければいいってもんじゃなくって、こういうところにちらっとね出てるぐらいでいいんです。あんまり長すぎるのはねぐるっと下の方で回ってもらって頭だけ出す。もうほんとこんなのねごまかしですよね。これがね表の葉っぱはちらっと見えるようにして、なんとなく葉っぱいるよ、こんな感じでいいんです。母がねうちに来てからね丸3年ぐらいになるんですね。で住居が母は2階で私は下で、ご飯を持って行ったりとか、たまにね一緒にご飯食べたりとか。ご飯はね私は食べるのが遅いからみんなと一緒じゃない方がいいって母が言うのね。だからお盆に入れて持って行って食べてました。でそうやってやってる時はねすごくいい感じだったんだけど、同じフロア、ね、1階になった途端にやっぱりねものすごく音が出るので鬱陶しいんですよね。テレビもつけっぱなしだし、耳聞こえないのにね音がないと寂しいのかな、それとも絵が見たいのかな。テレビをねつけますって言った時に私はテレビ見ないからいいよとか言ってたんだけど、ところがどっこいずっとテレビはつけっぱなしです。かぶりつきで見てる。でもね年取ってくるとテレビの刺激もいいんですって。例えばお母さんと一緒みたいなね子供番組とかでも分かるのを見てるだけで随分頭が回るっていうか刺激になるので。でねなんか旅番組とかで食事のシーンなんかだとね、美味しそうとかね、こんなになんていうのかな、すごい感想を言うの、大きな声で。でね私も声が大きいんだけど母もね声が大きくて滑舌が良い。なのでねうるさいこと事件事故のニュースなんか聞くとこんなに小さいのにかわいそうにだとかね、まだ若いのにねとかね、もうほんとすごいうるさいの。一つ一つテレビと喋らなくていいからって思うぐらいね。私が喋ればいいんだろうけど四六時中おしゃべりもしてられないからね、こんな感じです。可愛いでしょ。これは比較的安いビオラです。うちでは1ポット120円で売ってます。
今ねものすごく高い時期なので120円で最安値ぐらい。100円ではちょっとね儲けが出ないっていうか、買ってくるものにもね市場でも税金かかるし、売ったものにもねヤフオクも10% ぐらいかかるんですよね。だから100円で売ったら原価で売ってるみたいになっちゃうので、店頭ですけどね、店頭販売で120円で売ってます。120円の安い苗、ホームセンター行けば98円のとかあるかもしれないですね。物を見て買ってもらいたいですけれども、伸びすぎず小さすぎずいい塩梅の苗があったら今は買い時です。こんな感じ、ジャンプアップみたいなね、こう2色の、ビオラを6株、そしてこれがポリゴナム、エリカ、ウエストリンギア、これがフォックスリーフタイムで、ここにヒューケラがあって斑入りのアイビーがあります。ものすごく高い苗はね使ってないです。でもこれで長持ち、雪が積もるような時に枯れちゃうような苗は入っていませんので、春先4月ぐらいまでかな、咲くと思えばコスパいいと思いますね。なんかねもういないだろうと思ってるけど、やっぱり蚊がいるんですよね。もうこの時期の蚊はあとね最後産卵して死んじゃうだろうから、とりあえずね血吸いたいんですよね。で顔の周りとかブンブンくるからね、うっとしい。今日は寄せ植え作ります。ヤフオクでね寄せ植えって検索してみたんです。どんなのが売れてんだろうなと思って、そういうねショッピングとかいろんなところで寄せ植えとか調べて、でどんなのが売れてんのかなとか、可愛いのがあったら参考にしたりしてるんですけども、ヤフオクでね寄せ植えあんまり出てないですね。寄せ植えっていうと私が出した寄せ植えが出てくる。寄せ植えってあんまり売れないんでしょうかね。秋冬の寄せ植えですね。でもね私も今更商売替えもできないので寄せ植え頑張って作ります。ガーデンシクラメンかわいい。ガーデンシクラメンを3つ、もうこれだけでかわいい。ここに白鯛入れて、もうほらかわいい。ツートーンのね白と紫、ツートーンのビオラ、アイビー、私ねビオラとアイビーの相性ってすごくいいと思うんですよね。そしてフォックスリーフタイム、長すぎはカット。最初に植える時にはあんまりねこの地からねいっぱい出てない方が収まりがいい。それで長いものは切ればいいだけですから、長くて使えないわじゃなくて、植えてみて長すぎてるところはカット、リーフ類なんかはね、そうやってやると買う時のねなんか長く育ってるからね高いとかいうわけでもないですから、長すぎて安いやつとかねアイビーなんかありますからね、そういうの買ってきて、しかもそういうのはアイビーなんか刺しとけばつくので増やすこともできるよね。どうだろう。植えた後のお化粧直しも大事です。こういうねアイビーとかの出方とかガーデンシクラメンの、向きとか微妙に調節できますから、いい位置にこう来るようにね。でこのビオラなんていうのはだいたいこっち向いてますよね。裏から見てみますよ。ほらこっちから見るとこの一輪しかこっち向いてなくて、あとみんな裏じゃないですか。でこっちから見た方が絶対可愛いという風にね、お花にも向きがありますから、その向きを確認しながら植えていくといいと思います。でこれガーデンシクラメンの寄せ植えを
作ろうと思ってね、単純にガーデンだけで作ろうかなと思ったけど、いろいろ足したらこうなったガーデンシクラメンの寄せ植えです。寒くなって傷むものは一つも入ってませんので、真冬でも外で大丈夫です。もうね、すぐねこの机の絵がいっぱいになっちゃうんですけども、赤いパンジービオラを持ってきました。だからあったかみのある感じの寄せ植えを作りたいと思います。これがアキランサス。このアキランサスを入れると冬には持たないので、秋の寄せ植えってことになっちゃうんですけども、まあ可愛いからね使います。エリカ、ハボタン、可愛いでしょ。分けちゃった。これはよく咲くスミレの赤。こんな感じですね。こんな感じ。この辺でもうねパンジー入れたい。白いリーフも、そしてガーデン、半分に割った線香花火、長すぎなところはカット。で紅葉した初雪風、この葉ボタンが見えてくるね。そしてリーフ、フォックスリーブタイム。赤い色を目立たせたいなと思って作りました。どうかな。全部1個ずつ使ってます。秋の寄せ植え、暖色系ね。これがアキランサス、エリカ、ハボタン、線香花火で、白タイギク、よく咲くスミレ、ガーデンシクラメン、初雪カズラにヒューケラ、これがフォックスリーフタイム。どうでしょう。なんかね60点ぐらいかな。難しいね寄せ植えってね。背の低いお花をたくさん入れてラウンド型の寄せ植えを作っていきたいと思います。このビオラかわいい。ケースで買ってきてるビオラの中にね、こんなにかわいい色がありました。このビオラを、ね、こうやって三角形に植えます。でこれフォーチュンベゴニアなんだけど、ちょっと株が小さい。これも3つこう入れて、なんとかならないかしらと思ってます。ね、ビオラとフォーチュン、そして植えながら考えようか。こうちょっと外向きにガーデン。これね考えなくてもわかるけど真ん中空いちゃうよね。どうしようかな。しかも入りきらない。それではランダム、なんか足そう。ここら辺に小さいのまだ足せる。こう入れればこの子とこの子が隣同士とは思われないでしょう。フォックスリーフタイムがとってもいい香りです。ガーデンシクラメン、ビオラ、フォーチュンベゴニアを3つずつ植えたね、冬の寄せ植えです。これは寒さに弱いの入ってないです。ただね、フォーチュンベゴニアっていうのは真冬は地上部枯れますから、
まあ楽しめるのはフォーチューンが楽しめるのは秋だけど、株が小さいのでね、冬になったらこのビオラがもりもりしてきますので、フォーチューンはぜひここに植えっぱなしにしといて育ててみてください。このネオンカラーがね素敵ですね。可愛らしいのでね、ガーデンもピンクにしました。そこにこのビオラの色いいですよね。これはね80点。続いてハンギングを作ります。これはね表面に植えるだけ、上の面に植えるだけなので簡単なハンギング、そして安いやつです。こうやって置けるし、背中にくっつけても置けるし、壁にもかけられる。割とね重宝なレースラベンダー、金魚草、このぐらいの高さが限界ですね。アキランサス、この色のビオラ良いと思いませんか？ビオラ2つ入れて、線香花火を入れて、手前にアリッサムとポリゴナム、かわいい。このポリゴナムの色とビオラの色が合うかなと思って、かわいいよ。これはね背中に2つ穴が開いてるので S 字フック2つで引っ掛けますね。これで引っかかる。引っかかんないと落っこっちゃう。こんな感じです。どうでしょう。暖色系ですね。赤って感じ。これがハンギング。これで1000円ぐらいかな。いかがでしょうか。もう一個ハンギング作ります。ボタン入れて、赤いビオラを入れて、ポリゴナムを入れて、赤いガーデンを入れて、初雪、もう一発ビオラ、もう一個ポリゴナム、アリサ、もうね3時過ぎたぐらいかな。だんだん日が暮れてきちゃって、すぐ夜になる。ビオラを3つ入れてあります。そして葉ボタン、ポリゴナム2つにアリッサム、ガーデンシクラメンで、これハンギング2つ作ったのは背中合わせにすれば2個同梱できるんですよね。それなので2つ偶数で作ります。かわいいよね。もう1個作ります。ガーデンね。ガーデン3つ入れて、でこの赤いビオラが気に入っちゃって、ガーデンと赤いビオラが3つずつ入りました。そこにいろいろリーフを入れていきます。これは白大菊、ポリゴナム、白大菊、これで出来上がりです。
今日は16日の土曜日、寄せ植えを作っていきます。これは金魚草のブロンズレッド、赤いお花が咲きます。これはお花も可愛いんですけども、金魚草でね、灰色を楽しむ葉っぱの色。そして金魚は寒さに強いですから、冬の寄せ植えにも使えます。これは6寸ね、6寸の鉢なので、口径がサブロク18センチなので、あんまりこれ以上高くしません。これは八重のストック、白です。白だけ入ってるの買ってきました。これがハボタン、少し深植えします。背の高さをね、高くしないように。これはね、石田園芸のパンジー。ちょっとね、変わり咲きっていうかね、石田園芸さんの一押しみたいなやつをラベルなしで数種類入ってるのを買ってきました。そこに入ってたやつね、やっぱり色が綺麗。これがポリゴナム。ここにもう一個ね、何しようかな。ガーデン、間に白タイギクを入れます。これで出来上がり。それぞれが可愛い顔を出すようにね、少しこういじくって見栄えを良くしました。お化粧直しね。6寸の、冬の寄せ植えです。これは全く冬ね、寒さに弱いの一つも入ってません。これが、スナップエンドウじゃなくてなんだっけ、金魚草、八重のストック、ガーデンシクラメン、白タイギク、ハボタン。これが石田園芸さんのパンジー。そしてポリゴナム、ピンクね。結構よくできました。続けて6寸で作っていきます。これはね、ハボタンのクリスタル。これがフレアホワイト。ちょっと深植えします。下の方まで植えちゃってもハボタンは大丈夫で、プラチナケール。これがファーストレディ。これでハボタンを4つ入れます。ここに白の八重咲きストック、ウエストリンギアでちょっと動きを出します。お花も入れたい。これがビオラ、ツートーンのビオラです。似たタイプですけど、これがアリッサムで、こっちがバコパのがいいかな。スノークリスタルダブルです。バコパはね、こうやって花をね、こう取ってあげると可愛いの。咲き終わったやつ。これが手間がかかるんだけど、もうすごい生い茂ってくればね、もはやそんなことはしなくて大丈夫。だから最初のうちだけね、花柄を取ってあげます。このかわいい上出来。これはね、もうお正月に置いといてもいいようなハボタンをね、1、2、3、4種類入ってます。全部品種違います。このテカテカしたね、ピカピカしたハボタンと真っ白フレアホワイト、こっちはちゃんとブルームがかかった
昔からのハボタンの作りですよね。でバコパ、ウエストリンギア、ツートーンのビオラ、八重のストックです。これもいい感じにできました。ハボタンだけっていうよりやっぱりね、こういうちっちゃいお花が入ってた方が可愛いと思う。これはね、金魚草です。金魚草は耐寒性が割とあります。そして、何年もね咲いてたりします。丈夫です。これがアキランサス。これも、石田園芸さんのブランドビオラ。名前はわかんない。ウエストリンギア、バコパのダブルピンクです。まだお花があんまり上がってないけど確実に可愛くなるお花です。ハボタン、これはアキランサスが入ってるのでね、秋冬の寄せ植え、金魚草、アキランサス、ウエストリンギア、ハボタン、バコパのダブルピンク、そしてパンジー。ここまでで6寸はおしまいです。これは7寸です。一回り大きい。そしてこのおしゃれなハボタン、なんか葉脈が見えててね、とても可愛い。このね、首が長いので深植えして高さを調節します。これはね、線香花火、金魚草のブロンズレッド、これです。冬の寒さで葉が傷んでも春に新芽が吹いてきますって書いてありますね。だから多年草ですね。これはプリムラの琴桜、かわいいピンク。この子どうでしょう。これも新座園芸のブランドパンジー。こういうのをね、大事に取っとかないでどんどん使っちゃおうと思って。カラーリーフ、アキランサス、手前にアリサ。これね、実のビニールの偽物です。偽物いらないんだよね。あんまりね、ピックとかも入れたくないぐらい。なんかお正月前とかね、あとクリスマスの時とかね、可愛いピックありますけど、上手に使えば可愛いんだけど、人工的な感じがどうしてもしちゃうのでね。これはね、このハボタンの存在感を生かした秋冬の寄せ植えですね。これが金魚草のブロンズ、あとアルテルなんてアキランサスかな。で線香花火、琴桜、ハボタン、パンジー、アリッサム、これがヤブコウジ。これもいいと思います。かわいい。これも7寸です。ハボタン、フレアの紫、白の八重のストック、赤いパンジ、紅白ですね。ネオンカラーの金魚草、アルテルナンテラのレッドフラッシュ、ウエストリンギア、ピンクのガーデンシクランプ、スイートアリス、
7寸の寄せ植え、金魚草、ハボタン、ストック、パンジー、ガーデンシクラメン、ウエストリンジア、レッドフラッシュにスイートアリサ、いい感じですね。これはレースラベンダー、レッドフラッシュ、これは八重咲きのストック、紫色のビオラ、金魚、なんか気に入らない。ハボタン、この子だけだと後ろがちょっとスカスカした感じがした。黄金カズラ、手前にヒューゲル、これも7号だ。これも7号の寄せ植えです。レースラベンダー、ハボタン、ストック、レッドフラッシュ、ビオラ、金魚草、ヒューケラ、黄金カズラですね。これは7寸。このかわいいビオラとポリゴナムで作ってみようかなと思います。3つずつかな。同じ色ね。同じ色のビオラを3株。ポリゴナム。で、長すぎるのは内側に入れて登らせた方がかわいい。これはね、また簡単な寄せ植えです。同じ色のビオラ3株と、あとポリゴナムで、このポリゴナムとビオラが少し混じるようにね、間に入れてあげたりするとふわっと咲いてるように見えるのでね、植えてから編み込んであげる。ここに葉っぱがいるだろうか。ヤブコウジを入れる。ヤブコウジっていうのは木ですからね、割と丈夫。ヤブコウジも3つ入れます。ビオラの顔を出してあげてね。今ね、このカメラを落っことしちゃったらね、ピントが合わなくなって、びっくりして電源切ってもう一回つけたらピント合いました。これ工事用のね、防水カメラなんですけれども、リコーのカメラです。すごくね、汚れちゃうので、現場用のカメラみたいなのが欲しくて、で、買ったカメラです。落っことしても大丈夫なのがありがたい。ね、余計な話でした。これかわいいね、このビオラ。ね、この色。こういう夢かわいいっていう感じの色はね、このポリゴナムとかともよく合うしね。これがまたね、こういうのとかだとやっぱり違うんだよね。ナチュラルに馴染むっていうね、いい感じにできました。今日も寄せ植えを作ります。2色のビオラとボリュームあるヤブコウジ、ポリゴナム、
もう一個ツートーンのパンダビオラ、アイビーも入れます。ビオラの間に絡ましちゃう。フォックスリーフタイム、ちょっと斑が入ってる。こういうのが入るとナチュラルな感じになります。背の低いのだけでいきたいんだよね。これも色違いのツートーン。こうなると真ん中にちょっと白入れる。ミントリーフ、アイビーもあんまり上の方にビョンビョン出てるとね、かっこ悪い。最終的には切っちゃうっていう手もあるんだけど、あんまり切りたくないので、ツートーンのビオラを3種類入れました。そしてポリゴナム、アイビー、ヤブコウジ、ボックスリーフタイム、そしてミントリーフ。可愛らしい寄せ植えです。そして、長持ち。これは赤いビオラです。花付きまばらなんだけど、赤かわいいんだよね。で、この赤いビオラをどうしても使いたい。根っこもいい。これは6寸だからあんまりねたくさん入れられない。赤のビオラだったら3つかな。このぐらい細くしました、ね、赤いビオラ3つ。ここに赤にピンクどうでしょう。琴桜、赤とピンクの寄せ植え。ここに少しリーフを足します。この白鯛はね、背の高さもちょうどいい。もりもり入れすぎてもね、後でパンパンになっちゃうので、これはもう春先までね咲きますから、この今ちょうどいいサイズの白鯛が伸びてきちゃったらカット、伸びてきちゃったらカット。そしてカットしたものを刺しとけばね、ゆっくり根がつきますから、それも育てても大丈夫。赤いビオラを寄せたくて、ちょっと寂しいのでね、赤いビオラに白鯛菊と琴桜。この琴桜もいろいろな薄ピンクもあるんだけど、割とはっきりした、ね、色合いの琴桜を 3株入ってますね。かわいい。こっちにも白鯛。いかがでしょうか。出来上がりです。ハンギングばっかり作っていたので寄せ植え作ります。夏はねハンギングが作れなかったので、もうほんとね楽しくてね作るのが。夏のお花でハンギング作るとそもそもなんか水枯れが心配でね。でうちはまあネット販売をしているので、近所の人に売って、で枯れちゃったって言われたら、じゃあちょっと持ってきてみてなんてね手直ししたりできるんだけどね、関西方面だとかさ、そんなとこまで行けないじゃん。だからね、ちょっとね、夏場のハンギングは諦めて。で、ハンギングにするのにね、適してないんだよね、夏のお花って。なんかどんどん成長するから。なんか器の中で小さくね、こじんまり可愛くいてくれない。もっさもっさ伸びてくるからね。なんかハンギングの器はこのぐらいだとするとさ、ドワーンと下に垂れ下がってこんな長くなっちゃったりとかねするからね。そうするとなんかこんなに暴れさせちゃってお手入れしてないのなんて思われるのも尺に触るしね。ハボタン、これねちょっと大きいのね、ちょっと大きいので一回り剥きました。このぐらいまで剥いちゃう。このぐらいのサイズにしました。ごめんね剥いちゃってって感じ。
これブルーサルビアでしょ。これはビオラのソフトピンク。そしてアイビーを立ち上げる。葉っぱの色がねちょろっと見える程度長くはいいから、入ってるか入ってないかわかんないじゃんね。でガーデンガーデンは少し上に植えてください。ヒューケラ。これがフォックスリーフタイム。そしてアリッサ。いいでしょう。秋冬の寄せ植えです。金予想、ブルーサルビア、アキランサス、ビオラのソフトピンク、アリッサム、ヒューケラ、ガーデンシクラメン、ハボタンのクリスタルってことかな。今日は11月の何日だろう。4日かな。火曜日。母はデイサービス。昨日は仕入れ。でね、今日は寄せ植えちょっと頼まれたので作ります。6寸です。ヤフオクで送料プラスにならないで2個同梱できる、簡単に同梱できるサイズね。唐辛子にアルテルナンテラ、そしてねハボタン入れようかなと。これが前に買ったハボタンで、こっちが昨日買ってきたハボタン。こっちの方がね使いやすい。これ大きくてでビオラのモルフォでスイートアリサ。なんかもうちょっと入れたい。ヒューケラ。モルフォがちょっと地味なんかな。まあいいでしょう。こんな感じ。唐辛子、アルテルナンテラ、ハボタン、ビオラのモルフォ、スイートアリッサムにヒューケラ。悪くない。ちょっと暗めかな。いいんじゃないかな。同じく6寸に植えていきます。これはねレースラベンダー。秋のお花かな。真冬はねこう葉っぱが寒がるような気がする。まあね、こういう唐辛子も秋ですから、ね、唐辛子入れるんだったらね秋のお花入れたって構わないってことだよね。これが白大菊、ハボタン、ガーデンシクラメン、赤いビオラ。ここに何か入れた。手前に入りそうなものを持ってきました。フォックスリーフタイム。名前をね忘れた時には思い出すまでね、できるだけ思い出した方がいいっていう話なんで。まあ忘れる。芸能人の名前とかね全然思い出せない。長すぎるところを切る。このブルーサルビアより出ないようにね。ちょいと切りました。ここなんかももう実が終わってるから切っちゃう。これは実がついてる。秋冬の寄せ植えですね。唐辛子、レース
レースラベンダー、ガーデンシクラメン、白大菊、ハボタンにビオラ、なんとかハート、なんだっけな、これの名前は思い出せない。なんとかハートで、これがさっき言ったフォックスリーフタイムね。記憶力テストじゃないんだからね。昨日はね、昨日おとといとね、うちの末っ子がね、お仕事休みだった。繁忙期もあれば仕事が落ち着くこともあってね。で、繁忙期の時には6時前に出てって10時過ぎに帰ってくるような感じなんだけど、今はね、出るのは6時ぐらいで、帰ってくるのは早い時には5時半とかに帰ってくる。それで2連休だったのかな。日月とお休みだった。カレンダー通りじゃないのでね、やかましいね。うちはね、表通りとは離れてるんだけど、駅が近いので、表通りの車はちょっと激しいのかもしれない。それでね、結構稼いでて、うちにもね、いっぱい入れてんですよ。迷惑料も含め。一人暮らしの練習で家賃と思って入れなさいっつってね、7万入れろっつったんだけど、さすがに7万は入れらんないっつってね、5万入れてる。それでお金がない時はね、母さん3万で勘弁とかね、2万で勘弁とかね、そういう時もあった。それでいいねでね、払ってくれる分だけもらってるんで、今5万もらってるけど、2万しかくれない時もね、長かったからね、いいんじゃないかなと思って。で、その2万しかくれない時はね、その代わりご飯作れとか言ってね、早く帰ってきた時ですよ。ご飯作れるような時間に帰ってきた時はご飯作って、私や母の分もね、パスタだったりね、お肉だったりね、美味しいの。それを作ってくれていたんですが、この頃はね、ちゃんとお金入れてるんだからっていうんだからちゃんと聞いたことはないんだけど、ご飯はご勝手にって感じなんです。私も、一応ね、ご飯食べるって聞くんだけど、いいって言ってね、食べないって言うんで、息子の分は作らん。母と私の分だけ作る。それでね、それはそれでいいんです、全然。だけどさ、ウーバーイーツでピザとかマックとか頼んでね、一人で食ってんのね。で、ピザの配達に来た時、お兄さんにさ、ピザですって言われて、はーいって取りに行って、みんなで食べるっていうお家普通だと思うんだけど、うち、ピザ、誰頼んだとか言ってね、配達違ったかしらとかって向こうがね、心配しちゃう。で、ピンポンってね、ピザ来たらさっさと取りに降りてくりゃいいのにさ、2階でなんかだらしない格好してさ、寝てたりするわけよ。だからね、私が受け取って、なんだピザ頼んだのみたいな。で、昨日はね、ウーバーでね、マック頼んでる。だから私行ってしまいました。ごちそうしてくれって言ってるわけじゃない。ついでに頼むからさ、物にはついでというものがあるんだから、マック頼むとか言ったらさ、私だって食べたいしさ、一声かけてくれてもいいんじゃない言ったら曖昧な顔してたけど、ごめんねも言わないし、でも別にどうでもいいんで、そんなことは。これがね、アルテルナンテラ、ブルーレースラベンダー、ブルーじゃない、レースラベンダー、白大陸で、ビオラのプリン、ガーデンシクラメン、ハボタン、ホックスリースタイル、全部言えたね。なんかそんなことでね、ぐだぐだ言ってるぐらいがね、幸せなんですよね。何しろ逮捕されちゃったりすることあったからね、警察に蒸し返すようだけど、不起訴だったけど。末っ子がね、なんで逮捕されたかっていうと、なんかね、不幸が続いたんだけど、自分の誕生日にね、
友達の車乗って、それで事故を起こしちゃって、で物損だったんだけど、車も潰しちゃったし、ちょっと物も壊しちゃったのでね。でそれで誕生日の始まりがものすごく不幸だったのね。それでいろいろ保険入ってなかったりとかね、そういうのもバレちゃって、我が家の人間はみんなね、その末っ子をね、ものすごくなじったんですよ。もう信じらんないですね。社会人としてありえないとかね。それで同情心がなくってね、同情するなら金をくれじゃないけど、同情心が全く持てなかった。それで若干遠い会社までチャリでね通ってたんだけど、7、7、8キロ、男の子だしね、当然の報いだみたいな感じで、誰も同情しない。それでお友達が同情してね、バイクをタダでくれたのね。でそのバイクが盗品だった。盗んだバイクをくれるなよっていうね。でその子たちが逮捕されるべき悪いやつだったんだけども、息子はね、その人間っていい人の面もあれば悪いところもあるしね、仲良くしてる時はいい人だったりするじゃない。バイクもくれたし盗品だけど。それで警察にこのバイクって言われて、確かにそのうちにあるのが盗品だっていうのは事実だった。でこの入手先とか入手方法どうしたんだっていう話になって嘘ついたんだよね。なんか外人のリサイクルのトラックで回ってるような人たちからね、売ってくれって言われて、息子がいじってるバイクで売らないって言ったら、じゃあ買わねえかって言われて、それで通勤用のが欲しいなと思ったから安く買ったとかね。そのストーリーは誰が考えたんだかね。でそれを嘘つき通して、でそれの取り調べっていうか最初に来たのが12月で、その嘘がバレて逮捕されたのが6月の初め。それでね、23日も勾留されたんですよ。でね、初めてのことだからね、我が家から前科者が出るかとか言ってね。でね、子供が逮捕されるなんてめったにないでしょ。で近所の警察ね、警察署で、警察署のね3階なんてね初めて入ったよ。で差し入れしたりとかね。で別に逮捕されて勾留されてる時っていうのは容疑者、まだ犯罪者じゃない。でね、物販とかもあるのね。だからお金差し入れてくれとか言ってね。とりあえず初回にね1万円持ってきましたよ。でこれがエリカ、ブルーサルビア、これがアルテルナンテラ、白タイギク、ビオラ、ソフトピリク、これがフォックスリーフタイムにガーデンシカね、よくない？普通に可愛い。それでね、逮捕しましたからとかって警察から電話かかってくるんでしょ。でとりあえずね、面会に行くわけ。それでね、私はその初回の面会はね長男と行ったんだけども、長男の車で行ったのね、運転長男で。そしたらさ、車酔いしたわけ。あの人の運転荒くてねっていう頭があるから、昔からね車酔いはするんだけど、自分の運転では車酔いしない。で長男の運転だと高確率で車酔いするんだけど、車酔い気が小さくてね、その警察の面会とかっていうんでね、具合悪くなったんだか分かんないんだけど、とにかくね警察署に入ったらもうフラフラだったわけ。それで書かなきゃいけないのね、面会用紙。でもそれなんていうのかな、脳貧血みたいになっちゃって、それで無理って言って長男に書いてもらって、それでね携帯をね
金庫に入れる。金庫に入れて鍵閉めて金庫を持たされる。それで面会時間は1回15分。15分の間にちゃんと要件を全部伝えなくちゃいけないね。そんなの知らないでしょ。私だって知らなかった。それで差し入れとかもね、いろいろ決まりがあるの。タオルは何センチまでとかね、本は3冊までとかね。で本はブックカバーついてたらダメなの。だからブックオフで本買って、ほんでカバー外して差し入れるの。3回ぐらい行って、そのたんびに3冊差し入れして9冊ぐらい差し入れしたかな。ほんでね、子供はね、その洋服はまあレンタルっていうか貸してくれんだよね。でもね、なんか警察の札みたいなでっかい漢字丸札みたいなねのがね、ドドーンとマジックで書いてあるシャツ、ジャージみたいなの着ててね、うちの子あんまりそういうの気にしない方だから、まあ普通に着てたけど、なんかこう自尊心をなくしていくやつだなって感じだよね。それで名前もね番号だしね、300何番だったね、うちの子は。で面会で喋ってる間中、隣で向こう側の息子の隣におまわりさん一人いるしね、なんかこう隠語で喋ったりとかね、外国語もダメだって書いてあったね。分かんないようにこう大事な秘密の伝言とかしちゃいけないってことだよね。もうね結構大変でしたよ。なんかね、その弁護士がつくのね、無料の。まあ有料の弁護士を雇ってもいいんだけど、国選弁護士ってやつでね、なんかその検察に警察からなんか上がって、それで検察が起訴するか不起訴するか決めるらしいの。で弁護士が、親がねちゃんと面倒見ますからとかっていうのを書いて上申書みたいの出すとね、情状酌量っていうのがあるんですよ。書きますかって言うと、書きます。何しろね、前回一般になってほしくないからね。それでね、もう書いてあるのね。それにサインして弁護士事務所も行きましたよ。そういうのはね、やらなきゃ損っていうかね、やっときゃよかったって思うんだったらやった方がいいよね。でもまあね、お仕置き逮捕って言われましたね、弁護士にも。こんなんで逮捕されることってめったにないんですよって言って。それで、私も警察行って、おまわりさんと喋ったんだけど、まあとても丁寧でね。それで私が、全くね、うちから前科一犯が出るなんてって言ったらね、奥さん、起訴されなければ前科つきませんからって、もうずいぶん前からそういうふうに言われてましたね。だから警察も起訴する気はなかったんで、だからね、その警察から検察に出す書類の中でもなんか不起訴相当みたいなね、なんかそういうの書いたりするんですって。でまさしくうちの子はその不起訴相当で検察に書類を送られて、弁護士の方からも私がちゃんと身元保証人じゃないけどちゃんと面倒見ますからみたいな一筆入れて、でめでたく不起訴。全くね、面倒かけやがってって感じ。ちょっとボリュームのある鉢で寄せ植えを作ります。これはレースラベンダー。これが一番背高いぐらいで作ります。濃いめのハボタン、アルテルナンテラ。このレースラベンダーが白っぽい葉っぱなので、灰色の違うのをね隣に置くとよく生えます。で真ん中にアイビー。プリームラのマラコイです。ガーデンシクラメン、
白大陸は割ります。黄色いビオラ、こういうのは取る。ヒューケラ、これも大きいね。バランス見て大きすぎの葉っぱ取りました。もう一個アリッサム。なんかこのアリッサム伸びちゃってて嫌だ。手前に入る可愛い子を探してた。フォックスリーフタイム、この子は丈夫。アリッサムはね、植えれば違うんでしょうけど、仕入れてポットで置いとくとね、どんどん劣化するんですよね。だから使い捨てじゃないけど、新しいのを仕入れてきて使った方がいいかも。アリッサムを買う時には伸びてない子を選んでください。でね、こうやって伸びちゃったのはもう切り戻す。こうやってこのぐらいまで切っちゃいますね。もったいないけど地際1センチぐらいで、花はね切っちゃう。でね、今のアリッサムは2ケース目なんだけど、1ケース目もね伸びちゃってね、切り戻したの。それで養生してるんだけど、こんな感じです。本当にね、キュッと締まったいいアリッサムを選んで買ってきてんだけど、ポットでこうなっちゃう。置いとくとこれで1週間ぐらいかな。こう見るとあんまりいいお花じゃなく思っちゃうけど、ちゃんと植えればそこでもりもりっといいお花になります。なのでね、これもね、ここまで切り戻す。そして置いときます。もうね、それでまたアリッサム使いたいから新しいの買ってくるでしょ。で、このアリッサムが使えるようになるのがいつの日かってことだよね。だからね、アリッサムなんて高い値段を出して買えない。安い時に買ってくる。こういう風に養生します。これが今切り戻して、それが1週間ぐらいするとこのぐらいになるね。新しい花芽も上がってきてますし、これもうちょっとしたら使えるかもね。アリッサム待機組がまたもう本当にね、買ってきたものは捨てたくないので、それでも随分捨てるんだけど、ね、生き残るものは残ってほしい。ちらほらとアイビーに顔出してもらう。こうかな。冬の寄せ植えですね。レースラベンダー、ハボタン、白大菊、アイビーが入って、で琴桜です。これはプリムラジュリアン、プリムラ琴桜かな。でこれが黄色のビオラ、フォックスリーフタイム、ヒューケラ、ガーデンシクラメン、アルテルナンテラね、こんな感じです。続いてね、白いガーデンで作ってみます。どうしようかな。白いガーデン3つ入れて、で白体入れて、白いハボタンも持ってきました。作ってみます。白いガーデンを3つと、バランス的に3個っていうのは塩梅がいいです。なんか三角形で黄金比とか言うじゃないですか。3つだとバランスが良くなる。ここにハボタンって植えるとき黄色いのは取ってください。でこれいくらでも剥けます。でこれ全部剥いちゃうとこういうちっちゃいのね。でも緑の葉っぱがあった方が光合成もできるし、全部剥かない方がいいと。でハボタンはここが地表なんだけど、ここまで植えても何の問題もない。茎の部分ね、ここ植えちゃって大丈夫です。それで高さを調節できます。でこうすれば高さが結構合う。もっと低くてもいい。
なんかね、中心が空いてるぞっていう嫌な予感が今してる。今日はね、もしかしたらすごい風切り音がしてるかもしれない。風が強い。どうよ、真ん中空いちゃってる。この真ん中に何？ブラックハボタン。悪くないね。ハボタン白いのと黒いのがあるんだけど、どっちがいいかな。これでもいいね。なんかこっちの方がインパクトがいいかな。なんか作るのに必死だとね、おしゃべりもしないですね。ハボタンもこの白大菊もてっぺんに比べて根元が茎1本ですから、土いっぱい入れてこう空間がないようにしっかり入れてください。でガーデンシクラメンはあんまりこう深く植えない。イチゴみたいにね、クラウンが出るっていう感じ、そんな感じです。いいかな。苦労の末できました。こんな感じ。この白のね、このガーデンシクラメンとハボタンとこの白大菊、これだけで作ろうと思ったんだけど、真ん中がね開いちゃったんで、この黒いハボタン入れました。行き当たりばったり。続いて、ガーデンシクラメンの寄せ植えを作ります。ガーデンのね寄せ植えはね、とても豪華なのでね、ガーデンだけでいいんじゃないかなと思うんだけど、ちょっと置いてみてから考えます。植える前に型を落とします。根っこはこんな感じ。上手に作ってある。今日はね、ちょっと肌寒くてもそんなに耐えられないほど寒く。1、2、3、4、いくつも入りそうですね。8個ぐらいだな。ガーデンは8個。ここにこういう馴染みやすい色のビオラを持ってきました。どうだ。1、2、3、この子が生まれちゃう。1、2、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7個。いろいろと隙間を埋められそうなものを持ってきました。これがウエストリンギア。これはね、マイナス5度。冬も大丈夫って書いてあります。まだ考える。あんまり長くない方がいいですね。これが紅葉してるけど初雪風。こういうところに出た方がいいかな。ウエストリンギアをもう1個入れたい。こういうのね、1個っていうのはちょっと収まりが悪いので、2個か3個ですよね。とりあえず2個入れて、ここに初雪が入ったでしょ。こういうのも入る。これはポリゴナム。ちょっと分解しました。分解して入れてみる。こういうものを入れるときに流れがね、外に向くか内側に向くか、これどっちでもいいんですね。何でもこう外側にタラッと垂れた方が可愛いというの限りでもない。内側の方に向かっても別にね可愛いですから、いろいろ置いてみて場所をね、いろいろああじゃないこうじゃないやってみるのもいいと思いますよ。あんまり長いのは切っちゃう。これでどうでしょう。頑張りました。
ガーデンシクラメンの寄せ植えです。メインはガーデンシクラメンですけれども、うるさくないビオラを入れて、ね、この色、そしてリーフもいくつか入れてます。これがポリゴナム、初雪カズラ、これがウエストリンギア。そんなにね、入手困難っていうほど珍しい葉っぱは入れてないです。これを例えばガーデンシクラメンの色を揃えるだけでまた違ったね、感じになりますけれども、こうピンク、そして赤、白も入れてます。ちょっと色使いすぎっぽいけど、黄色系、青系は入ってないね。こんな感じです。今日はね、何曜日だ？火曜日、水曜日、火曜日だ。火曜日です。16とかそんな感じで、昨日の仕入れでハボタンを買ってきて、ずいぶんね品種が揃ってきました。これが切れ葉のハボタン紅白で、これが普通のねハボタンと言ってもちょっと違うよね。開いてる感じ。これもね、これが同種の紅白で、これがフレアの紅白、これが光ってるやつ、これも光ってるやつ、あとこれが普通のハボタンの鳩みたいなやつかな。ブルームがかかってます。白い粉で、これも素敵なハボタンで、このハボタンいっぱいあるので、ハボタンをねたくさん使いながら寄せ植えを作っていきます。切れ葉とこの美しいハボタン、この葉脈の見える感じが素敵でしょ。でこれは6寸に植えてますから、あんまり背は高くない。これ品種違いでもハボタンというくくりになるので、いろんなハボタンを入れて作るっていうのは失敗もしないしね、楽しいですよね。ほらこんな感じで、ハボタンばっかりじゃつまらないので、エレモフィラ、これですごく相性がいいですよね。でここにね、見てこの素敵な色のビオラ、ハボタンとすごい馴染む。もうあんまりたくさん買えないので、ビオラを仕入れる時とかも色を厳選してね買っています。でここにちっちゃいちりめん、これはね3寸ポットで28も入った。28入り。何入れよう。もうね、白ターギクの白は素敵ですよね。高いもんじゃないしね、すごい優秀ですよね。ハボタン、こうやると、ここが同じピカピカ系、ここがブルーム系。これはねあんまり良くないよね。植えてみて気がつく。やり直し、こっちにこう来て、こっちにこう来た方がバランスが良い。でこの子が今本当に果たしてここに入っていいか。白に白だとちょっとなだし、あとやっぱり冬も大丈夫なやつって考えるとね厳選されちゃうんだけど、お花でちょっと色が入るように金魚にしました。昔ねこうやって頑張って作ってね、自分なりに頑張って作ってるんだけど、ネット販売で売るでしょ。そうするとね、これがちょっと私は嫌いだから入れ替えてくれませんかとかっていうね要望があったりすることも前はあったの。やっぱりね下手くそだったんだろうと思うんだけど、でもねそういうのはお断りしてます。梱包してね出すっていうのも一仕事なので、売れたものに関してはそういう要望は聞かない。商品に対して質問するっていうことがね落札前にできるんですよ。だから
これが気に入らないから入れ替えてくれることは可能ですかとかね、聞いてほしい。でそうすればもちろん無理ですって返事をするんだけど、そしたらそれが気に入らなかったらその人は買わなければいいんだからね。だからね、全然悪いなとも思わないで後出しじゃんけんには答えない。あんまりね値段も安いしオーダーとかじゃない、そういうのを変えるつもりはない。一人でやっているとね、できることには限りが出てくる。ほらかわいいじゃんね。このエレモフィラっていうのはいいですね。ほら葉ボタンいっぱい入れて、こういうブルームがかったやつのと切れば、これがこうちょっとエレガントだよね。こっちはピカピカで、ほらこのビオラの色もいいでしょ。ちりめん、これもちりめん、金魚、割と上出来です。同じようなのを作るとね、発送するときに間違えちゃうのね。だから違う感じで作ります。もうね、この子はねこれだけしかないのね。これ3つ、この3つに合うのは白、どうだろう。そしてアイビー、葉ボタンは葉っぱですよね。カラーリーフ、いいでしょう。葉っぱに葉っぱを合わせる必要がある。あんまり飛び出さないように深植えします。時に葉ボタン深植えしちゃう。また出すかもしれないと。でね、ここに柄があるので、正面は今ね、私が見てる方が正面と思って、そしてね、これは縁から外に出るように植えました。これに白が果たして合うかどうか。これで葉ボタンとビオラ、ここに動きを出します。グリーンのアイビー、これはワンダー、これはほぐしました。で間に入れていきます。これはね、斑が入っていないのであんまり目立たないと思う。あんまり目立たないけどアイビー入ってるよっていう感じで出てもらいます。どうかな、もっと入れたい？いいでしょう。なんかね、あんまりね難しくないんですよ、私の作る寄せ植えって。なんだこのぐらいなら簡単じゃん、私でもできそうかなっていうのを作りたい。こいつが長いな。こんな感じで、これでこの寄せ植えでここがちょっとポイントだよっていうのは、葉ボタンを外向きに植えたってことだから、この高さよりも外に向いてます。こうすると小さな鉢でもボリューム、こんな感じです。白いビオラと葉ボタンの寄せ植え、白いビオラと葉ボタンとアイビーの寄せ植え。アイビーはワンダー入れときましょう。これは3個ずつ植えてるだけですから簡単です。そして長持ちね、春までこれで大丈夫です。続けて作っていきます。葉ボタンは全部に入れたいよね。このポットがね6寸でちょっと小さいので、背の低い葉ボタンで作っていきます。ここら辺の葉ボタンはね背も低いし、葉っぱの枚数も少ない気がしません？巻きが甘いっていうか。これはピカピカのクリスタル。クリスタルも3色入ってる。これはあんまり濃くないやつね。背の低い葉ボタンを1、2、3、4、5、これで6種類だね。並びが悪い。みつことかね、黒い葉ボタン、そういうのを入れたいんだけど、もうね、前に言ってた営業さんがねいないからね、あんまりブランド苗みたいなのが入んない。しょうがない。あるものでね頑張る。
市場に行ったらね、みつこのちっちゃい苗が棚にあったんだけど、もう先取りでね買われてました。欲しい人は買うんだよね。なんか色のバランスを考えて入れたり出したりしてます。どうかな。これでね、もちろんハボタンだけじゃつまらないので、このハボタンのベースが決まったので何か足します。何入れようかな。さっきエレモフィラ入れたら可愛かったから、もう一回エレモフィラ使ってみます。後から入れるのね、いまいちなんだけど。結局出した。やっぱりなんかお花が欲しいよね、ビオラ。ここね、アリッサムどうぞ。アリッサムだとかバコパだとかを持ってきました。ピンクのバコパがいいかな。バコパはめんどくさいけど、この終わった花を切ってあげるととても綺麗。前も言ったけれども、たくさん咲いてきたら気にならない。花壇にうわっとバコパが植わってれば、まあ多少花の残りがねあっても気にならない。入るかな。でね、ハボタンというのは買ってきたサイズから春先までねほぼほぼ変わりません。ちっちゃいハボタンを買ってくればちっちゃいまんま、大きいハボタン買ってくると大きいまんまで、春になってくると伸びてきます、中心が。そして菜の花みたいなのが咲いて枯れます。でね、菜の花みたいなお花を咲かせずにカットすると、多年草見たくなってね、夏も過ごして翌年踊りハボタンとかにねできるんです。ただね、難しい。私去年ねみつこでやったんだけど枯れちゃった。夏の猛暑で。だからいろいろ手かけて場所を塞ぎになってねやっても成功しないことも多いので、割り切ってね毎年買ったりね種まいたりした方がいいかもしれない。このおしゃれハボタン、こういうおしゃれハボタンで茎がこんなに長くないのあればいいんですけどね。おしゃれハボタンに何がここにこんもりいいのがいっぱいありました。八重のストック白。昨日の夜ね、うちの息子があれを作ってたの、ラタトゥイユ。それでね、今朝ねゴミ出すんで台所のゴミとか縛ったりしてたらね、私がね買っておいたねシャウエッセンをね、ソーセージね全部使いやがった。あいつソーセージってさ2つ束になってこう止めてあるじゃない。だからさ1個使えばいいじゃん。しかもね、普段私はねもっともっと安いソーセージを買ってて、だけどね普段はもっと安いの買ってんので、お楽しみでね食べようと思って冷蔵庫に入れといて、もっとね空いてるやつもあったの。ソーセージなんだっけな、朝食なんとかっていうね、もうちょっと大袋でまだ入ってたので、それは使わないでね、やつはね私が買ってきたアルトバイエルのねたった1回のねラタトゥイユね全部使いやがった。ムカつく。でね、やつのね作るねのはね美味しいに決まってるよね。だってさツナのパスタとかをさ作ったってね、皆さんどのぐらい使うんでしょうかね。ツナの缶をね2缶開けちゃうんだよ1回に。食べるのは私とばあちゃんと3人ぐらい。もう子供はちっちゃい時でもやっぱり家族の数ってそんなに変わらないからね。母、私と子供3人。その頃はばあちゃんいなかった。男の子で食べ盛りとはいえね、居候もいたけどね、パスタソース作るのにねツナの缶詰2個開けたことなんて
なかったよ。これ美味しいねとかって言って、まあねとか言ってね、鼻高々でいるんだけど、うちに行ってみるとね、缶詰2個開いてる。もうって思っちゃう。ケチくさいかしらね。でもね、ソーセージ使うんだったら空いてるやつから使いよ。人が楽しみで買ってきたんだからさ、ちょっといつもと違うのあったらさ、ね、これ使っていいとかなんで言えない。それだからね、やつが仕事に行っているでしょ。それでばあちゃんとね、私でね、そのラタトゥイユ山ほど作ってあったから食べたんだけど、私ソーセージ拾って食べちゃった。帰ってきてね、食べようと思ってね、ソーセージがちょっと少ないとか気づくか気づかないかわかんないけど、やつは出汁でいい、全部食べたわけじゃないでしょ。その執念深く拾ったわけじゃないからね。でもね、ソーセージ多めによそって食べてしまいました、私とばあちゃんで。確かに美味しかったよね。これはガーデンシクラメン入れました。葉ボタンは1個、赤いビオラ、線香花火、八重のストック、これが白のバコパがね、思いのほかいいんですよ。入れると買ってきたらすぐ植えた方がいいですけどね。これね、録画作ってるところ録画し忘れた。素敵でしょ。紫のビオラに濃い紫のね、葉ボタン、ここにポリゴナムと白タイプ、割といい感じ。続いてね、白っぽい寄せ植えにしようかな。白いガーデン、かわいい。白のビオラがかわいい。アリッサムも白。手前にはよいしょ、ちりめんの葉ボタン、出来上がり。これが安定の白い寄せ植え。葉ボタンを2種類、そしてストック、ガーデンシクラメン、白タイプにアリッサムにビオラね、かわいいね、文句なし。この葉ボタンバイカラーとこの薄紫のビオラを植えます。でこの葉ボタンはね、真ん中ここら辺が可愛いので、ちょっと葉っぱを落とします。小さくする。このぐらい、このぐらい。ものすごい根が張ってます。このぐらい小さくしました。だんだん寒くなってきた。葉ボタンとビオラを交互に同じぐらいの高さで植えていきます。これで葉ボタンとビオラ3株ずつ。これでいいかな。白タイギクも入れちゃう。白タイギクはね、重宝するから私はなくなる前に買い足すんですけど、24入りで分けられるのでね、1つのポットで3株ぐらいに分けられたりするんですけどね、大きさを見ながら、2つを1箇所に植えたり1つにしたりで、ね、重宝しますね。葉ボタン、ビオラにはね、まんべんなく顔を出してます。ここが正面、どこでもいいね。こういうソフトな色合いのビオラ
顔が見えないね。これちょっと色違うかな。こんな感じ。それにバイカラーの葉ボタンをちょっと皮むいてね、周りの葉っぱを落として小さくしました。なので6寸に3株ずつ入ってます。優しい感じの、ね、いい色合いですね。続いてね、これは濃いプラチナケールかな。プラチナケールもね、昔よりは随分安くなったなと思ったらね、こんなスカスカなの。ちょっとだね、こういう小ぶりだから安かったのかな。でも色は綺麗よ、ピカピカで。さあ、この黒には何を合わせるか。濃いのには濃いのを合わせましょう。うちのね、別れた旦那はね、九州だったんですよね、出身が。それで濃いって言わないで濃ゆいっていうのね、思い出した。ちょっと濃ゆいとか、味が濃ゆいとかね、いうの。まあ方言でしょうね。ほらどうだ。どこで切る？あんまり目立たない。麩が入ってないから。ないか、好き好きだもんね、このね。こんなです。濃いめの色でまとめてみました。葉ボタンのプラチナケールとこんな色のビオラ。あ、ここで一つ。紫色のこの色のお花って本物よりも赤みが消えるんですよ、モニター通すと。これはね、信用できなかったらネット検索かなんかしてみてください。紫色のお花が青くなる、モニター通すと。だからこれもしかして使っちゃいけなかったお花かもしれないけど、まあいいやね、そんなこともあります。もう一個作ります。これが昨日買ってきたビオラね、素敵な色です。ビオラ3株。これでモリモリだね。これポリゴナム。ポリゴナムとビオラを入れます。ちょっとビオラが大きいかな。もう一個。ポリゴナムとビオラだけの寄せ植え。暗くなって寒くなってきちゃったからこれでやめにします。なんとなく作り方も雑になってきたからね。でも可愛いでしょ、ビオラとポリゴナム。